皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、今週発足した新たな政権、石破体制の恩恵を受けるような銘柄、どういったところがあるか分析していきたいと思います。まずは自民党の総裁選、先月の27日に行われましたけれども、その前後からマーケットの動きを確認していきたいと。皆さんも記憶に新しいかと思いますが、9月27日、石破総裁が決定するまで15時20分過ぎたあたりですね。それよりも先にマーケットはクローズしましたので、27日の引け段階が直近では最も高い値段をつけていたタイミング。日経平均ですと 39,764 となっています。ほぼ4万円もうすぐ回復するというような水準まで上がっていたんですが、そこから石破総裁決定で、これ金曜日でしたので、月曜日の30日に大暴落するんではないか。金曜日の夕方以降の先物の動きを見て、皆さん戦々恐々していたかと思います。逆にこちらのグラフ映っていませんけれども、27日より前、この1週間では高市総裁になるんではないかと、マーケットが勝手に期待を織り込んできた。これで3営業日ほどかけて、ぐんぐん株価上がってきたのを、マーケットの期待裏切る形で、この30日月曜日に2000円近く下がったわけですね。結局38,000円前後のところで一旦下落落ち着いているようですが、ここで懸念されるのは石破総裁の政策方針、一度撤回してはいますが、金融所得課税であったり、法人税、消費税といったところ、後ほど詳細にご覧いただきます。こういったところの懸念を踏まえて、だいたい38,000円まで落ちてきたとはいえ、その前の週高市総裁に対する期待の上がり幅を吐き出したという形ではあります。ということで今回はこの総裁選前の1週間の動き、そして今週石破総裁が決まってからの動きというのを局面2つで分けてそれぞれの銘柄確認していきたいと思います。なぜ総裁選の前の1週間上がってきたタイミングの動きも確認していきたいかと言いますと、後ほど言及ありますが、石破政権がいつまで続くかわからない。もしかしたら短命で終わるかもしれないという中で、現状最も次考えられる有力候補としては当然高市候補になってくるわけです。おそらく本人もそのつもりで入閣しなかったんだと思うんですけれども、そういった期待が膨らんでくる、近々そういった局面になってくるんであれば、総裁選前の1週間の動きで上がってきた銘柄を確認しておくというのは、後々のために役に立つんではないかなというところです。それではまずは石破政権、石破総裁がどのような政策方針を考えているか、簡単にまとめますと、まずマイナスポイントで一番マーケットでも皆さんの中でも心配されているようなところ、増税に関してですね、総裁選の際にも研究ありましたけれども、例えば法人税引き上げる余地があるんではないかと。現状の実効税率 29.7% 程度ですので、これに対してさらに上乗せできるとしたらせいぜい 1,2% 程度と言われています。というのもこの実効税率がすでに先進国 G7 の中でも最高水準になっているわけですね。これをさらに引き上げていく余地はあまり残されていないかなと。石破総裁自身はアベノミクス以降ですね、企業の内部留保及び配当ばかりが増えて、経済の発展に効果的ではないといったような批判をしていますので、こういったところに目をつけて、税金として回収したいと考えているかもしれません。が、実際に上げれるとしても、わずかな幅にはなるかと考えられています。そして消費税についてですね、これ現状 10% ですが、最大で 15% 程度まで考えていると言われています。私も含めて皆さん、個人の消費という意味で普段の生活苦しくはなるかと思いますが、あくまでマクロ経済という観点でどれぐらいのこの2つの税金引き上げで効果になるか、一部のレポートで出ていましたので抜粋しますと、ご覧のような形、法人税の増税でマイナス25兆円、消費税の増税でマイナス14兆円と、だいたい40兆円ぐらいのマイナス。これに対して先ほどご覧いただいた総裁選27日から翌月曜日30日の値幅ですね。だいたい 6% ぐらい下がりましたが、この時価総額の減り幅というのがマイナス40兆円とほぼほぼ同じような水準になってくるということで、考えようによっては今足元の水準感で一旦落ち着くんではないかというふうに見る向きもありますし、例えば私個人的により一層保守的な捉え方をするという傾向ありますので、その前の1週間高市総裁への期待感で上がった分吐き出した。そこから加えて石破総裁の政策効果ということでマイナス40兆円なのであれば、同じ値幅でもう一回、短期的には
なかったとしても中長期的に下押しの圧力になってきてもおかしくはないんではないかというような捉え方しております。マーケットに対する短期的なインパクトという意味では、この増税というポイントが一番重要視されてくるかと思います。その他ですね、金融の引き締め、日銀の利上げに関しては、もともとは利上げ推奨するような立場と言われてきましたが、一応前提として政府は日銀の政策方針に関与する立場ではないと明言しておきながら、今週石破総裁本人の考えとして追加利上げをできる経済状況ではないといったような発言。これが交換されてマーケットでは為替や円安に触れて株価が上がっているというような局面見られました。ただ中長期的には利上げを推奨するような立場、財政に関しても緊縮財政を目指すと。ただこちらのポイントですね、実際に政策を実現しようと思ったら、それなりに支持が必要になってくるもの、そして国民にとっては景気の引き締め策ですので、あまり喜ばれないような内容。そんな中でですね、来月は衆院選、そして来年には参院選が控えている。そうすると、自民党の支持基盤である高齢者層から票を買う。当然高齢者ほど金融資産を持っていますので、株価が下がれば票の支持を失うということにつながりかねない。ですので、先ほど申し上げたような利上げの環境ではないといったような発言であったり、選挙の票を意識した政策方針を1年間は取り続けなければいけないような状況。そもそも支持基盤もそんなにないと言われていますし、考えとしてはあったとしても、実際実現できるかというのは、少なくとも1年間は厳しいんではないかという状況です。ですので今慌ててポジションを削っていく必要はないというところで、今度はですね、ポジティブな要素、例えば地方創生であったり、新資本主義、アベノミクス以降、例えば半導体関連の銘柄、政府が肝入りで指揮を取って資金投入しているところありますけれども、日本における注力すべき産業というのは、半導体に限らず、第一次産業ですね。あるいは観光、農林水産、そういったところに今後はより力を入れていくべきだという考えのようです。その他にも防災、防衛といったところが石破総裁の過去の経験上注力してくるというふうに考えられるということで、こういったテーマのところから銘柄をピックアップしていくのが面白くなってくるんではないかと考えられます。ですので、総裁選前後1週間の動きそれぞれ追う前に、今ここまでご紹介した石破総裁の新たな方針で注目を浴びてきそうなテーマ別の銘柄ピックアップご覧いただきますと、こちら銘柄と事業テーマですね。防災であったり農業、防衛、あとは銀行なんかも入っていますが、銀行に関しては先ほどの政策イラストでご覧いただいた右側、金融引き締めの方にメリットある銘柄ですので、状況としてはあまり優先度高くないかなと考えられている業種になってきます。短期的にはですね、やはり反応を示しましたけれども、そのあたりは石破政権というよりは日銀の考え方がどうなってくるかということですので、あまり今回のテーマに寄与度が依存する銘柄ではないかと思います。そうするとですね、時価総額ちょうど真ん中のところありますが、10億円単位ですので、中古型の銘柄ですと、3939カナミックネットワーク 5038EUL 社会保障のテーマで250億円程度、IBJ 人口対策で300億円、遺跡の木農業関連で230億円と、小型株の中で今後、石破政権の恩恵を受けそうな銘柄拾えてくると、株価の大きな飛躍が見込めるかもしれません。逆に大型株ですと、時価総額大きい三井住友フィナンシャルグループであったり、三菱重工業、こういったところ、防衛関連ですね。IHI、中長期的には拾っていくと、政策の恩恵出てきそうな関連銘柄となってきます。あとアニメであったり鉄道というのは、石破総裁本人の関心事項かと思われますが、これは政策恩恵という意味で実効性あるかどうかはちょっと微妙なところですね。このあたりはご覧いただいている皆さん個人でご判断いただければと思います。先ほどご紹介したテーマに入っていなくて、比較的大きなものと言いますと、下の2つですね。再生エネルギー。こちらに関しては、後ほどご紹介しますが、非常に注目になってくる分野かと思います。EREX で時価総額550億円、レノバで910億円と、再生エネルギー関連の銘柄に関しては、非常に怪しい事業形態の企業もありますので、そのあたり精査しながらですね、慎重に銘柄選択を行っていきたいところです。ということで今話題に上がりましたエネルギー関連の政策方針について、高市候補と石破総裁の対照的な主張。高市氏は原発を積極推進する。一方で石破総裁は再生エネルギーに注力したいというふうに結構二極化していたわけですね。ですので、総裁選前に高市氏が
当選する期待が高まるにつれて、原子力関連の銘柄、非常に伸びてきていたわけですけれども、それが一気に剥落したという形です。石破総裁の再生エネルギーに対する考え方としては、2050年をめどにカーボンニュートラル、炭素の排出をネットでゼロにするという目標があるわけです。これに関してですね、再生エネルギーだけではやはりやっていけない。当然原子力に関しても選択肢として入れていかないとカーボンニュートラルは達成できないので、2040年想定したエネルギーミックス、どういった配分でエネルギーを産出するかという構成バリエーのことですね。この中に原子力も一つ重要な電源として入ってくるというふうには考えているようですので、原子力を高市氏ほど推進はしていないというだけで別に排除するというような考え方ではありません。なのでもし総裁選前の1週間で原子力関連の銘柄上がっていて期待で買ってしまった場合でも、短期的にかなり下げてしまっているかもしれませんが、中長期的にもしくは次期総裁選で高市氏が取って変わるような局面になってくるのを、少し塩漬け感出てくるかもしれませんが、そこまで慌てなくてもいいのかなというような印象です。そして再生エネルギーで具体的な手段として考えられているのが、地熱と小水力発電という、この2つが石破総裁の推し発電方法ということで、このあたりに関連する銘柄というのも非常に注目になってくるかと思います。それではここまでご紹介した石破総裁の政策方針、これを踏まえてですね、どういった銘柄が非常に活況になっているか、大型株と小型株で分けてご覧いただきたいと思います。ご覧いただいている表は時価総額1000億円以上の銘柄で、総裁選前、高市氏への期待が非常に高かった9月27日までの1週間で市場平均よりもどれくらい超過収益が出たかという比率です。一方、石破州というのが総裁選以降、今週1週間ですね、どれぐらい市場平均に対して超過収益が得られたか。そして石破州のパフォーマンスから高市州のパフォーマンスを引いたのが差し引きというところになってきます。この差し引きの数字の大きいものからご覧いただいていますが、この数字が大きいほど石破総裁の政策方針にパフォーマンスがプラスになってくるというような銘柄ですので、後ほどご覧いただきますが、差し引きのマイナスが大きい銘柄に関しては高市氏の政策方針に期待が高まる銘柄ということになります。そうすると上から共和キリン、楽天銀行、森田ホールディングス、りそな、インペックスと内需関連の銘柄であったり、銀行、エネルギーといったところがリストアップされますね。エネルギーに関しては、再生エネルギーという話題ではなく、一律パフォーマンス取っていますので、総裁選関係なく、戦争がちょっと起きているというところで、供給懸念があるというのが一つ要因にはなってきます。ですので、大型株の中で単純に石破州と高市州差し引きすると、一番目立つのは銀行関連ですね。ですが、これは先ほど申し上げたように短期的な反応で揺り戻されているだけ、ここから入るというよりは、中長期的に石破氏が自分の考える増税あるいは金融引き締め、緊縮財政が実現できてくるかというのが、ここから先の株価にとってはポイントになってくるかと思います。そしてそれが一筋縄ではいかないというのは、先ほどお話しした通りです。それでは今度は、大型株の中で高市州にパフォーマンスを大きく上げた銘柄、ご覧いただきますとこちら。日本マイクロニクス、東和、三越伊勢丹、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、レーザーテックと、三越伊勢丹に関してはちょっと例外ですけれども、上位に並ぶのは半導体関連の銘柄ばかりです。レーザーテック以降もファナック、トリケミカル、国際エレクトリック、ソシオネクスト、見事に半導体がずらずらと出てくるわけですが、これはやはり高市総裁になった時にこれ以上の利上げが難しくなってくるんではないか、そういったところで成長性の高い銘柄にどんどんと資金が流れてきた結果かと思います。ですので石破総裁になってからも最初の反応としては大きくマイナスになりましたが、突然選挙を意識してか利上げできる環境ではないと言い出して再び戻してくるといったような乱高下、うまく取れれば往復で大きく儲かりますが、右往左往してしまって往復ビンタを食らってしまった方もいらっしゃるかもしれません。あとは自動車関連ですね。中に入っているのはスバル程度ですかね。このあたり為替の円高円安方向どちらに進むのかというのも最も大きなインパクトで出てきそうな自動車関連の銘柄は注意していった方がいいポイントかと思います。それでは今度小型株の恩恵を受けそうな銘柄ご覧いただきますとこちら。なぜ大型小型で分けているかと言いますと、やはり地方創生というテーマですね。これ一番大きな
注目点集める一つかと思いますが、地方創生関連するような銘柄というのは、やはり大型株というよりは小型株にフォーカスしていった方がいい。そして、ボラティリティも非常に高いということで、数十億円の銘柄が多く並びますが、セーラー広告、維新、雨風太陽と、石破総裁になってからの1週間、それぞれ 60% 程度の超過収益が得られています。特に雨風太陽に関しては小型株受給テーマで一度投資効果のなかった林下銘柄として入っていましたので、ここまで引っ張っていたらですね、非常に大きな効果が得られたと。それに関しては投資理念が違う話題で上がっていますので、別に後悔するポイントではないんですが、持っておけばよかったなというところです。またこちらの小型株のリストは、スタンダードグロース市場に上場しているものとしてリストアップしていますので、中には大きな銘柄も含まれるわけですが、例えば2000億円の源田、その2つ下800億円程度ですが、3倍をですね、非常に株価大きく上がっています。そして銀行、住信 SBI に関しても4000億円とリストの中では最も大きな銘柄になってきます。また新しい資本主義のところで、第一次産業あるいは農業といったテーマ、そこで石破総裁は医療関連に関しても言及しているということで、少しボラティリティ向上的に高くはなりますが、サンバイオといったような医薬関連の銘柄も慎重さはかなり必要になってきますので、そのあたり考慮しながら選んでいくと面白いかもしれません。今度は総裁選1週間前の高市州でパフォーマンス大きく上がっていた銘柄をご覧いただきますと、こちら。非常に話題になっていたのは上から4番目、助川電機工業ですね。こちらが先ほど申し上げた原発関連の銘柄、部品を作る企業として非常に期待値高かったわけですけれども、これが総裁選前の高い期待が高まった1週間、株価大きく上昇して、石破総裁の当選で大きく株価剥落した銘柄となってきます。ですが、先ほど申し上げたように、石破総裁が原子力を排除するような考え方を持っているわけではなくて、高市氏ほど推進はしていないというだけで、今後も重要な電源の一つであることは考えているようですので、そこまで慌ててですね、損切りしなきゃいけないというような銘柄でもないかと思います。あとはですね、AI 関連の銘柄もちらほら見られますけれども、意外なのは下の3つですね。セキュリティ関連の銘柄、そして農業総合研究所と。あまり石破総裁であろうが、そんなに悪いインパクトにはならなさそうな銘柄たちですけれども、こういったところが少し反応として出ている。逆に考えますと、過剰な反応をしているという可能性もありますので、そういった銘柄を拾っていくのも一つ戦略になってくるかと思います。それでは今ご覧いただいた2種類のリスト、大型株と小型株で、すべて約4000銘柄、業種ごとにパフォーマンス1週間ごとの平均値をとって標準化したときに、どういった業種が高市氏の時に期待されていて、逆に石破総裁になってパフォーマンスが上がっているのはどういった業種かというのを順番にご覧いただきますと、一番大きな反応が先ほども個別銘柄でご覧いただいた通り銀行ですね。ただこれは非常に短期的な動きになる可能性も秘めている。実際に石破総裁が政策を打てるかというのがポイントになってきます。続いてエネルギーですね。こちらは戦争の影響も含まれる。そしてポイント、ここから3つですね。生活必需品、食料、飲料、運輸と非常に内需関連の銘柄が並びます。ですので、実際にマーケットとしては高市氏の期待が高まっていた。そういった中で石破総裁になりましたので、マーケットとしては一旦内需関連の銘柄を落として、それを買い戻しているというような環境。このあたりはですね、明確に石破総裁の政権期間は内需関連の方がいいんではないかという考え方が、マーケットの中で一般的に捉えられているというのが確認できるかと思います。あとは中ほどですね、一般消費財、耐久消費財といったところも内需ですね。中ほどの業種たちに関してはまちまちの数字出ていますけれども、下に行くにつれて石破州で相場に対してマイナスの数字出ているものがリストアップされてきて、ソフトウェアサービスですね。先ほどもセキュリティ関連の銘柄ありましたけれども、これは業種平均取ると意外と高市州、石破州ともにマイナスということで、総裁選というインパクトによるものが寄与しているかどうかというのは微妙なラインです。あとはテクノロジー移行ですね。明確に高市氏への期待が剥落して、石破政権では避けられている業種たち、テクノロジー、自動車関連、交易、半導体製造と、ダントツで半導体関連がマイナスになっています。ということで、今回はそれぞれ高市氏への1週間の期待と石破総裁後の1週間パフォーマンスご覧いただきましたけれども、
今後の投資判断をするにあたっては、この反応が短期的なものなのか、それとも中長期に及ぶ石破総裁の政権方針に沿うような期待で上がっているのかというのも考えながら、銘柄選択のご参考にしていただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。